ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、ヒーローの育成を中断する際に、参考にしてもらいたいお話をしようと思います。ヒーローウォーズに登場するヒーローは、今現在55人ほどいて、そのすべてのヒーローは、少なくとも一つ以上のロールと呼ばれるカテゴリーに分類されます。ロールとは、英語を日本語に直訳すれば役割という意味になり、ヒーローウォーズには、戦士、射撃手、タンク、魔法使い、支援、コントロール、ヒーラーの7種類のロールが存在します。これら7種類のロールに分類される55人のヒーローの中から、5人のヒーローを選んで戦闘をするのが、ヒーローウォーズの遊び方になります。4万パワー以下のヒーローの話をするよ。さて、ヒーローウォーズの遊戯を始めたばかりのプレイヤーは、外見だけを見て育成するヒーローを決めたり、インターネットである程度の情報収集をした上で、育成するヒーローを決めていると思われます。そして、ヒーローウォーズの遊戯を数ヶ月間程度継続すると、誰しもが心の中に、次のような猜疑心が芽生え始めるのです。情報サイトなどでは、このヒーローがおすすめと言っていたけど、このヒーローがとても強いと思えないな。ヒーローのパワーが4万の時点では、どのヒーローが使い勝手が良いのかいまいち把握できないはずです。青色装備のアスタロスや、3万パワー以下のカークなどはすぐにやられてしまい、初期のタワー攻略では、ギャラハット、マヤ、イシュマエルといったヒーローを使った方が、好成績を収めるケースがほとんどでしょう。4万パワーのヒーローは紫装備プラス3以下の状態がほとんどだから、ここで損切りできれば損失はビビたるようだよ。大丈夫、傷は浅い、かすり傷だよ。6万パワーのヒーローの話をするよ。どのヒーローでも、ヒーローのパワーが6万を超える頃になると、戦闘時にそのヒーローが持つ特性を体感でわかるようになります。これがどういうことかといえば、役割がタンクのヒーローの場合、チーム編成の盾となって対戦相手の攻撃に耐えうる強さが備わり始める時期が、6万パワーに達した頃というわけです。ヒーローの育成要素には、レベル、スキル、アーティファクト、スキンなど、いくつもの育成要素がありますが、6万パワーに到達する頃には、それらの中で何のレベルアップに注力しているかに関わらず、それなりの強さになるということです。6万パワーまでヒーローを育てれば、グランドアリーナの3軍としてそこそこ戦える状態になるので、このタイミングで、次のステップまでそのヒーローを育てるかどうかを判断します。6万パワーのヒーローは、オレンジ色の装備品をいくつか装備しつつある段階だから、引き返すのならこのタイミングだよ。これから先は貴重なスキンストーンの投資も膨らむからね。大丈夫、傷は深いけどまだまだ損切りできるタイミングだよ。8万パワーのヒーローの話をするよ。さて、ヒーローのパワーが6万を超えてから、次の大きな節目となるのが、8万パワーになります。このレベルまでヒーローが育ってくると、防御面において、ヒーローの特性が顕著に表面化します。具体的には、対戦相手の攻撃力も大幅に高まりつつあるので、こちら側の防御力の弱さに悩み始めるということです。戦闘で勝利するためには、自分が倒される前に敵を倒す必要があるのですが、8万パワーに到達したヒーローだけでチーム編成を組んでも、思ったように勝てないことがあります。つまり、この時点で、育成中のヒーローに対して抱いていた猜疑心が、徐々に確信に変化するということです。8万パワーといえば、数種類のレベルアップ要素がすでに最大値まで到達している段階ですが、戦闘時に思うように勝てない場合、チーム編成が極端に悪い可能性が濃厚です。この段階に至るまでに、個々のヒーローの育成に膨大なコストを費やしてきましたが、8万パワーの節目では、どう考えても、お前を育てたのは資源の無駄だった、と思えるヒーローがメインチーム内に発生する時期なのです。ちょっと低評価をもらったヒーローは、グランドアリーナの2軍、もしくは3軍要員となって余生を過ごすことになりますが、
余生をグランドアリーナで過ごすことになっても、余り物の資源で少しずつ育成を継続してもらえます。しかしながら、完全に見下り犯を突きつけられたヒーローの場合、エレメントギフトをすべて剥ぎ取られて、そのゲームユーザーから永遠に見向きもされなくなるのです。この8万パワーの節目の時点でゲームユーザーのメガネにかなったヒーローだけが、マックスパワーまで育成を継続してもらえるのです。8万パワーのヒーローは、すでにオレンジプラス3程度の装備品を装備しているはずだよ。吐き気がするほど悔しいのはわかるけど、ここで手を引かないとマジでやばいよ。使えない赤色装備のポンコツヒーローなんて、見たくないよね。メインチームの考え方の話をするよ。無課金や月間数千円の微課金プレイヤーの場合、とにもかくにもメインチームの育成に注力しないことには、アリーナランキングで上位を狙ったり、ギルド戦に出場することは無理でしょう。低予算プレイヤーでも、しっかりとしたチーム編成をゲーム初期から構築していれば、ギルド内の主力メンバーとして活躍することも可能です。チーム編成の選択で遠回りを避けたいと思うのなら、アリーナランキングの上位50位が採用しているヒーローの中から、自分のメインチームのヒーローを選ぶ方法が良いでしょう。上位陣がチーム編成に採用しているヒーローは使い勝手の良いヒーローである可能性が高く、チーム編成内のヒーローを一人入れ替えるだけで、物理攻撃系のチーム編成を魔法攻撃系のチーム編成に様変わりさせたりすることが容易なのです。ここまでの説明を踏まえた上で、カーク信者が育成を推奨する汎用性の高いヒーローは、アンドバリ、オーロラ、セバスチャン、アイザック、ネブラ、マーサ、ヘリオスになります。これらのヒーローは、対戦相手のカウンターとして機能する能力を有しており、10人のヒーローを選べと言われれば、まず間違いなく名前が挙がるヒーローと言えます。じゃあ、残りの3人のヒーローは誰なの？今名前が挙がったのは7人のヒーローだけだよ。メインとなる残りの3人は、ゲームユーザーの好みで選んでいただければと思います。どのヒーローにも一長一短があるので、どのヒーローが最も強いといった表現は不適切になりますが、今名前を挙げた7人のヒーローは、資源を投資しても無駄にならないヒーローということだけは、忘れないようにしてください。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。